んばんは、ゆうかです。昨日花見散歩してきたんですが、一日マスクをしていたにもかかわらず、今日は鼻水が止まらないです。皆さんは花粉症大丈夫ですか？さて、今回作っていくのはこちら。じゃーん。マスターグレードガンダムビダールです。こちらは2025年3月22日に発売されたキットで、予約開始時に予約できなかったんですけれども DMM のキャンセル待ちでゲットすることができました。ついてる。こちらのキットすごい評判もいいので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは本編をご覧ください。早速開けていきます。ランナーは19枚。この2枚のランナー、シルバーとゴールドで色がめっちゃ綺麗です。それとマーキングシールが1枚、ステッカーシールが1枚、冊子の説明書が1冊入っています。説明書の中のページなんですけど、めっちゃ読み応えがある。説明書に沿っててんちゃん、説明書に沿って作っていきます。まずはチェストユニットです。パーツは58個。ここから上が内部フレーム、ここから下が外装パーツになります。ランナーから切り出すのにかかった時間がこちら。大変疲れましゅ。内部フレームはガンダムフレームが採用されています。マスターグレードガンダムバルバトスからアップデートされていて、肩の可動域が広くなっているそうです。バルバトスを作ったことがないので直接比較できないのが残念。今後マスターグレードガンダムバルバトスルプスの発売が決まっていますが、こちらのフレームが採用されるのか、新たな進化をするのか、今から楽しみですね。作りが非常に細かく作りがいがありますが、その分組み間違いも増えると思うので注意して組み立てました。ボディができました。マスターグレードは内部フレームがめちゃくちゃ細かいっていうのは分かってたんですけど、ここまで細かいとは上級者向けのキットかなと思います。こんな感じでシルバーのパーツがむき出しになっていて、メカメカしいデザインになっています。肩周りを動かす時にこのパイプ部分が連動して動いたり、腰を動かした時にちょっと見えづらいですが、この3箇所が連動して動くようになっています。後ろ姿とか細かすぎてやばいですよね。次は頭です。パーツは12個。ボディとの落差がすごい。頭は動く箇所がない分シンプルな作りです。こういうボリュームのあるキットでは息抜きになる部位があると助かります。はい、頭ができました。結構キリッとした顔つきです。顔の横側が張ってるデザインだからか、形状が少し兜を彷彿とさせます。ボディに比べて簡単な作りで助かりました。目の部分はシールを貼ってあります。こちらの周りが黒く囲まれてるデザインか選んで貼ることができます。まだだいぶ先は長いですけど、てんちゃんが寝る前で撫でてって呼んでるので、今日はここまでにして後日の私が完成まで頑張ります。チャンネル登録お願いします。よし、最後まで作るぞ。次は腕です。腕のパーツは片腕41個。切り出すのが大変でした。腕は内部フレームの可動がかなり優秀で、肘はしっかり二重関節。曲げてもラインが綺麗にまとまってくれているので、自然なポーズを取れる作りになっています。内部フレームを組んでから外装パーツをつけていくのですが、どのパーツもパチッとはまってくれて組んでて気持ちよかったです。はい、両腕ができました。組み立てに約30分かかりました。青、黒、グレーのシンプルな3色構成で独特な形状を引き立てています。パーツの隙間から中のパーツが見えたり、腕の中に通る管が露出していたり、肘の関節パーツも曲げた時に中のパイプが露出するような作りになっています。メカメカしくってめっちゃかっこいいなと思います。手首は左右だけでなく、こっちの方向にも曲がるようになっています。すごい。
やつはエッセルスーパーカップの華やか紅茶です。季節限定らしいんだけど、いつ買ったのかな、まだ売ってるといいんですけど。すごいビニールの内蓋がある。アイスは2層になってて、上にソースみたいなものがかかってます。いただきます。これはしっかり紅茶です。冷たい。いいです。紅茶味のスイーツ好きなんで、これは当たりでした。食べたい？はい、1回で全部食べるには多かったので、半分は後日食べます。ごちそうさまでした。次は足を作っていきます。パーツ数は片足57個。さすがにパーツ多いですね。よし、頑張るぞ。足の内部フレームはがっちりした作りで、関節の保持力もバッチリ。細かいメカパーツが多くて、組んでると楽しくなってきます。パーツ数は多めだけど、難しいところはちゃんと説明書に断面図があるので安心です。はい、一旦内部フレームができたんですけど、すごすぎるのでこちらお見せします。変な形だなと思っていたパーツは足先のパーツでした。中にものすごいパーツの数詰まっています。こんなに細かいとは思いませんでした。足のこの付け根の部分、ゴールドなのもかっこいいです。さあ、外装パーツをつけていく。外装もボリューム満点でめちゃくちゃ作り応えあります。膝から太ももにかけての走行はちょっとややこしいんですけど、説明書に沿ってゆっくり組めば大丈夫でした。よし、大変だった。はい、両足ができました。さすがマスターグレード、大きい。とても独特な形状をしています。バーニアが膝の前にも後ろにもついています。足の部分はスケートの靴みたいですよね。これ自立できるのかな。前は結構外装でしっかり覆われていますが、後ろから見るとすごい細かいのがわかるかと思います。まず上のここ、膝を曲げた時に一旦ここまで入れたら、さらにグッと奥に押すと、このシルバーのパイプのところがキュッと縮んで、ここまで曲げれるようになっています。足首のこの部分も中のパーツが動いているのがわかるかと思います。めちゃくちゃかっこいいです。最後に腰とバックパックを作っていきます。ここはサクッといきましょう。パーツを揃えて完成。すべてのパーツができたので合わせてみます。はい、マスターグレードガンダムビダールの完成です。まずはすだちのビダールをぐるっとマーキングシールを貼って墨入れをした状態です。オルフェンズのモビルスーツらしい細いウエストと、それに対比するボリュームのある外装がめちゃくちゃかっこいいです。武器を装備するとより力強い印象に。シンプルなポージングでもビダールのかっこよさが際立ちます。近くで見るとメカニカルなディティールの細かさがよくわかります。落ち着いたブルーの成型色も質感がすごくいいです。後ろ姿はこんな感じ。前から見るより腰の細さがよくわかります。次は武器のご紹介。まずはバーストサーベル。サイドアーマーに柄をセットして、そこから刀身を引き抜く仕組みになっています。ギミック好きにはたまらないポイントですね。ハンドガンは2丁を付属していて、フロントスカートに収納できます。本体にしまっておけるので、なくす心配がないのもありがたいです。最後はライフル。ライフルの側面に突起があり、サイドアーマーの3箇所の溝のうちいずれかを選んで差し込むことで簡単に装備できます。この作ってないポーズでもかっこよく決まるのイケメンすぎません？どんなポーズでもどの角度から見てもかっこよくて、ほんとびっくりします。これは武器に含まれるのか？足部ハンターエッジ。つま先とかかとのブレードを展開できます。
コックピットハッチは胸の上部をスライドさせる方式です。パカッと開くわけじゃないんですが、パイロットの姿をちゃんと覗き込めるのが嬉しいですね。ここからポーズをつけてみます。まずは両手にハンドガンを構えたポーズで一周。ボリュームのあるキットだけに動きのあるポーズを取らせると一気に迫力が出ます。次は右手にライフル、左手にバーストサーベルを構えたポーズ。近接と遠距離、両方の武器を合わせたスタイルはとにかくかっこいいです。次はバーストサーベルの頭身交換シーンをイメージしてサイドアーマーのスライドギミックも活かしたポーズに。このポーズめっちゃかっこよくできました。躍動感が最高です。今回使っているのはアクションベース8。金属製のボルトが使われていて頑丈な作りで大型キットにも対応しています。とはいえビダールはさすがに重かったのか、ちょっと関節の保持に不安を感じました。重さを測ってみたところ、アクションベース込みで 229g、 ベース単体では 53g だったので、ビダール本体は 176g ということになります。これだけ重量があると空中でポーズを取らせたまま飾るのはちょっと不安かも。最後に大阪万博のガンダムのポーズを真似てみました。足が長いので再現が難しかったんですが、こんなちょっと無理してる感のあるポーズでもビダールならかっこよく決まるんです。さすが人気キット。もし興味があれば X でガンダムビダールを検索してみてください。かっこいい塗装作品がたくさん出てきますよ。というわけで今回はマスターグレードガンダムビダールを作りました。前回動画でレビューしたリアルグレードのズゴック、あちらはすごい作りやすいように設計されているなと思いましたが、こちらのガンダムビダールはとても複雑な作りをしていて大変作りがいがありました。難易度の高いガンプラほど作るのが楽しい、パーツがいっぱいあるとテンション上がるっていう人にはすごくおすすめできるなと思います。ぜひ再販情報をチェックしてみてください。今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画がいいな、参考になったなと思っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンで応援いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。